こんにちは、ジパング55のタカです。今私は、バリ島のバリ国際空港に向かっています。前回の動画で、一度は泊まりたい、アプルバケンピンスキーに宿泊していました。今回は、バリ島の玄関口の国際空港をたっぷりご紹介したいと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に、各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。まずは到着した時の様子からご紹介します。バリ国際空港は、正式名称をイグスティ・グラライ国際空港と言います。通称でデンパサール空港やバリ空港と呼んでいるようです。バリ島に入国する際は、いくつかの必要書類があります。必要書類はこちらの動画でご紹介していますので、よかったら確認してみてください。到着後、入国審査があり、手荷物を受け取ります。入国審査や預け荷物の受取所の近くには、免税店のようなお店がありました。通りを進むと、eSIM 契約書やコンビニなどがありました。奥には飲食店やスターバックスなどがあり、ゆっくり休めるようになっていました。先ほどの場所を上から見るとこんな感じで、周りに契約する場所が複数ありました。さらに進むとタクシー乗り場があります。ケンピンスキーの宿泊動画でもご紹介しましたが、バリ島ではブルーバードというタクシーがおすすめです。客引きのタクシーは値段が高いので避けましょう。空港内にはグラブを待つ待機所もありました。他の配車アプリの待機所もありました。中はきれいに整えられています。前回お伝えした通り、値段はブルーバードよりも少し高めです。事前に配車アプリを落としておくと便利だと思います。空港に入るのに入場料がかかるので、その分料金が高くなります。それでは出発エリアに向かいたいと思います。空港に到着すると、荷物を運んでくれそうなスタッフが近づいてきます。この人たちに荷物を運んでもらうと、お金を取られるので注意してください。チェックインカウンターは預けて荷物検査を終えた先にあるので、見送りの方は手前までしか入れないので注意してください。空港の手荷物検査場前にはお土産ショップがありました。値段は少し高めですが、洋服や小物入れ、置物などが販売していますね。簡単なレストランもありました。種類は多そうですが、値段は高そうですね。カフェのような軽食もありました。バリらしい置物もありますね。それでは制限エリア内に入りたいと思います。手続きをする航空会社によってゲートが異なるようです。中で移動もできると思いますが、どの航空会社がどのゲートなのか確認して中に入ってみてください。制限エリア内の方が広々しており、お土産店や飲食店が充実していました。免税エリアなので、ブランド品も多く置いてありました。空港は細長い造りで、お店があるエリアが固まっています。珍しい造りですね。道幅は広めでしたが、観光客の多いタイミングだとかなり混雑しそうです。お土産店は、洋服、小物類、コンビニもありました。制限エリア内に持ち込めないお水も購入できました。レストランも結構あるので、食事は問題なくできそうです。値段はプレートで1500円から2000円ほどするので、バリの物価を考えると高級ですね。各航空会社のラウンジは2階部分に集まっていました。今回は羽田空港でも利用したプライオリティパスラウンジを利用したいと思います。バリのプライオリティパスのラウンジはこちらです。中にはインドネシア料理をはじめ、軽食が用意されていました。
スープかデザートは名称がよくわからなかったですね。お肉や温野菜などがありました。スパゲッティのような麺もありますね。生野菜とソースもあります。ハンバーガーや食パンなどもありました。菓子パンやデザートも用意があり、種類もいくつかあります。ドリンクはオレンジジュースやデトックスウォーターのようなものがありました。コーラやファンタ、水などもあったので助かりますね。こちらのバーカウンターで注文すると、好きなドリンクを作ってくれます。アルコールはありませんでしたが、コーヒー類や抹茶ラテ、モクテルなんかがありました。意外にドリンクの種類が多くてびっくりしました。紅茶なんかも飲めるようになっていますね。席数は多いわけではないですが、ゆったりとしていました。カウンターのような席もあるので、デスク作業などもできそうです。料理の種類は思ったより多かったですね。味は正直全部普通でしたが、小腹を満たすには十分だと思います。国際線だと機内食があると思うので、合わせるとちょうどいいかもしれません。ドリンクは抹茶ラテを頼んだのですが、氷がでかすぎて、とても飲みにくかったです。ラウンジに入る際、受付スタッフ数は多くないので、空港が混み合う時間だと、並ぶかもしれません。中では、ジブリの千と千尋が日本語で流れていました。海外でもジブリが人気があるので、流しているんですかね。空港はお土産店や飲食店が多かったですが、値段が少し高めでした。可能であれば、外で食事を済ませた方が値段は安いかもしれません。それでは搭乗口に向かいたいと思います。こちらのレストランは、プライオリティパスでも利用できるみたいです。セットメニューも注文できるようなので、気になる方はこちらも利用してみてください。搭乗口のそばにはバーのようなエリアもあり、搭乗前に飲めるようになっていました。最後に飲めるのはいいですね。飛行機が遅延しているようなので、搭乗口でゆっくり待ちたいと思います。それでは今回のバリ国際空港、いかがだったでしょうか。少し高めですが、充実した空港でした。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。